あなたは今日、他人にどのような愛を示すことができますか？私たちは小さなことを大きな愛で行うだけでいい。この言葉は、マザー・テレサの言葉です。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、マザー・テレサの言霊を紹介していきます。あなたは今日、他人にどのような愛を示すことができますか？この問いかけは、私たち一人一人が日常でできる小さな善行が、どれほど大きな意味を持つかを教えてくれます。マザー・テレサは貧困や孤独に苦しむ人々のために生涯を捧げ、その功績でノーベル平和賞も受賞しました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずマザー・テレサのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今回はマザー・テレサについて、詳しく教えていただけるということで、楽しみにしてきました。いつも通り、生まれや青年期くらいまでのルーツからスタートしてもらってもいいですか？こんにちは、ハミルさん。マザー・テレサについて興味を持っていただき、とても嬉しいよ。マザー・テレサは1910年8月26日に、現在の北マケドニアのスコピエでアグネス・ゴンジャボラジュとして生まれたんだ。彼女の家庭は熱心なカトリック信者で、特に母親は信仰心が強く、貧しい人々への奉仕活動を積極的に行っていた。この家庭環境が深い影響を与えたんだ。12歳の時、アグネスはすでに修道女として神に仕えることを決意した。18歳になると、アグネスはアイルランドのロレットの聖母会という修道会に入会し、後にインドへ渡った。彼女の青年期の経験は、後の活動の基盤となったんだ。このようにして、マザー・テレサは若い頃から人々に奉仕することに強い使命感を持ち、それを実行に移していったんだ。12歳の時には、修道女として生きる決意を固めたんですね。簡単に、カトリックについて教えていただきたいのと、修道女についても、簡単に教えてもらえたら、この後の話がわかりやすくなるかなって思いました。カトリックはキリスト教の一大派で、ローマ、カトリック教会とも呼ばれるんだ。キリスト教徒の中で最も多い信徒数を持ち、教皇を頂点とする組織構造を有している。カトリック教会では、イエス・キリストの教えに基づき、愛と許し、奉仕の精神を重視している。修道女はカトリック教会の一員として、神に奉仕し、献身的な生活を送る女性のことなんだ。修道女は一般的に修道会という共同体に属し、貧困、純潔、服従の誓いを立てる。これらは修道誓願と呼ばれ、神への完全な委ねを象徴している。修道女たちは教育、医療、社会福祉など様々な分野で活動し、地域社会の支援や貧しい人々への奉仕を行っているんだ。マザー・テレサもこのような修道女の生活を選び、特に貧しい人々の中で生きることを志した。彼女の選択は、カトリックの教えに深く根ざしており、母親の影響が大きかったと言えるんだ。とてもよくわかりました。そして、18歳で正式に修道女の道を選んだって、教えてくれましたけど、背景や、その後のエピソードなど教えてください。マザー・テレサが修道女の道を選んだ背景には、彼女の深い信仰心と、若い頃から感じていた神の呼び声が大きく関係しているんだ。多くの挑戦と理性を伴う決断だったけれど、彼女にとっては、より多くの人々を助ける手段だったんだ。18歳でアイルランドのダブリンにあるロレットの聖母会に入会したマザー・テレサは、そこで修道名テレサを受けた。この名前は、彼女が深く尊敬していた聖テレサで、理数から取られたんだ。ロレットの聖母会では主に教育を担当し、修道女としての基本的な訓練を受けた。訓練を終えた後、1929年にインドのカルカッタに派遣され、そこで彼女は教師としてのキャリアをスタートさせた。彼女はセント・メアリーズ高等学校で教鞭を取り、やがて校長にまで昇進した。教育者としての彼女のアプローチは、生徒たちに大きな影響を与え、彼女自身もこの仕事に深い喜びを感じていたんだ。しかし、1946年の啓示が彼女の人生の転機となった。この年、彼女はダージリンへの列車の旅中に神の呼び声を感じ、貧しい人々の中で直接奉仕することを命じられたと感じたんだ。これが、後のミッションチャリティーズ設立のきっかけとなった。マザー・テレサのこの決断は、彼女が信仰に基づいて選んだ人生の道であり、数多くの挑戦にもかかわらず、彼女は自らの使命を全うすることを選んだんだ。ここでテレサの名前をいただく形で名乗るわけですね。ちょっと疑問に思ったんですけど、神の呼び声って、もしかして、テレサは神様の声が聞こえたってことですか？その通りだよ。マザー・テレサが言及している神の呼び声とは、
彼女が神から直接メッセージを受け取ったと感じた体験を指しているんだ。これはキリスト教の信仰では証明や啓示とも呼ばれることがあるんだ。1946年9月10日、マザー・テレサは列車の中で特に強い霊的な経験をした。彼女はこれを啓示と呼び、神から貧しい人々の中に入って彼らに奉仕するよう命じられたと感じたんだ。この体験は彼女にとって非常に衝撃的であり、彼女の人生の進路を大きく変えることになったんだ。このような体験は一般的には非常に個人的で神秘的なものであり、それが真実であるかどうかを外部から評価することは難しいんだ。しかし、この啓示が彼女に与えた影響は明らかであり、その後彼女はカルカッタのスラム街での奉仕活動に専念することを決意したんだ。この神の呼び声に従い、自らの信仰に基づいて行動し続けたんだ。これが後に多くの人々にインスピレーションを与え、彼女の活動が世界中に広がるきっかけとなったんだ。なるほど。だからこそ10代という若さで神様へ仕えることに迷いがなかったわけですね。貧しい人々の中で奉仕活動を神様から命じられたわけですよね。マザー・テレサのルーツについては、すべて紹介すると時間が足りなくなると聞いています。また改めて、より深く知る機会を作ってください。ここからは、やっぱり内面的な部分にも触れていきたいです。そこから、小さなことを大きな愛で行うだけでいいという言霊の根本の部分が知れたらいいなって思っています。マザー・テレサの内面的な部分に焦点を当て、彼女の名言、小さなことを大きな愛で行うだけでいい、の本質を探っていこう。この言葉が語られた具体的な状況についての詳細な記録はないけれど、マザー・テレサが常に強調していたのは、日々の小さな行いがいかに大きな愛となり得るか、ということだった。彼女自身、手を差し伸べることができる貧しい人々と日々接しており、彼らに食事を提供すること、清潔な水を供給すること、病気の人々を慰めることなど、ごく当たり前の行為がどれほど大きな意味を持つかを実感していたんだ。マザー・テレサにとって、愛を表現する最も効果的な方法は、目の前の一人一人に真心を尽くすことだった。彼女は、小さな善行でも心を込めて行うことで、その行動が神の愛を反映し、受け取る人々の心に深く響くと信じていたんだ。この哲学は、彼女が設立したミッションチャリティーズの活動全般に反映されており、全世界に広まるほどの影響力を持つに至ったんだ。この言霊は、マザー・テレサの生き方そのものを象徴しており、彼女が何十年にもわたって貫いた信念の核心を表しているんだ。小さなことの積み重ねがとても大事ということですね。言霊は普段から常々大事にしていたということでしたが、何かもっと深い意味も込められている気がします。詳細な記録がないとのことでしたが、これまでにどんな解釈をされてきたんでしょうか？マザー・テレサの言霊、私たちは小さなことを大きな愛で行うだけでいい、に込められた哲学的な深さを探ることで、彼女の教えの核心に迫ることができるんだ。愛の普遍性と実践性を強調して伝えていることが最も先に立つ意味だね。彼女は愛を抽象的な概念ではなく、具体的な行動を通じて表現することを重視したんだ。日々の生活の中で、小さな善行を積み重ねることが、最終的には大きな社会的変化を生み出すという信念は、多くの宗教的、哲学的思想に通じるものがあるんだ。さらに、個々人の行動が集合的な結果を生み出すことの重要性を示しているんだ。一人一人の小さな行いが、大きな社会的影響へとつながるという視点は、個人の力を信じ、個人が社会に積極的に貢献することの価値を教えているんだ。さらに、慈悲と無償の奉仕の精神を体現している。彼女は、何も求めずに他者を愛することの重要性を説き、自己犠牲と奉仕の精神を通じて、真の平和と調和を追求したんだ。この観点からは、彼女の行動が宗教的な教えや人間愛に深く根ざしていることがわかるんだ。もっと深い意味として、この言霊は、個人の内面の平和と幸福を求める過程とも解釈されるんだ。小さな善行を通じて他者に奉仕することで、自己の内面に平和を見出し、精神的な充足感を得ることができるとマザー・テレサは示しているんだ。この言霊は、そのシンプルさの中に深い哲学的、倫理的な意味を持ち合わせており、世界中の多くの人々にとって行動の指針となっているんだ。心にしみるな。こんなに大きな心を持って、貫いた人なら、多くの人に影響を与えて、ハッピーの連鎖が起こったんじゃないですか？マザー・テレサの愛と奉仕の精神は多くの人々に影響を与え、幸福と善行の連鎖を世界中で生んだんだ。彼女の活動と哲学は、世界中からボランティアや支援者を引き寄せた。彼女の献身的な姿勢は多くの人々にインスピレーションを与え、地域社会や国際社会で貢献する動機となったんだ。マザー・テレサが設立したミッションチャリティーズは、世界中に支部を持つまでに成長し、多くの人々が参加して貧困や病気と戦う人々を支援しているんだ。彼女の言動は公共の場やメディアを通じて広く伝えられ、人々の社会問題に対する意識を高めた。
特に貧困と苦悩に対する教育を重視し、個々の貢献が解決に不可欠であることを訴え続けた結果、多くの人々が社会問題に目を向け、行動するようになったんだ。マザー・テレサはノーベル平和賞を受賞し、その演説で世界の指導者たちに平和と協調の重要性を強調した。彼女のメッセージは国際的な対話と理解の橋渡しとなり、多くの国々で称賛されたんだ。彼女の生き方は、個々の人々に自己反省と内面的な変化を促すきっかけとなった。彼女の教えは日々の生活の中で愛と慈悲を実践することの価値を教え、多くの人々が自分自身と他者への接し方を見直すきっかけとなったんだ。マザー・テレサの存在は、その愛と献身が生んだ幸福の連鎖を通じて、今もなお多くの人々に影響を与え続けている。彼女の行動は、人々の心に深く響くメッセージとなり、ハッピーの連鎖を生み出しているんだ。聞けば聞くほど、感動しちゃうな。本当に憧れが止まりません。ここからは、私たちが今の時代でどんな風に活かせるのかをディスカッションしたいです。マザー・テレサの時代や場所は、人間としての尊厳がまだ確立されていなかったんですよね。ただ、今の私の環境で、継続すべき小さなことってなんだろうとか、大きな愛ってどう使うべきなんだろうとか、そのあたりを少し話していきたいです。では、次のセクションで、マザー・テレサの教えを現代にどのように生かすかについて探っていきましょう。マザー・テレサの教えを現代にどのように生かすかに焦点を当て、私たちに生かせることのポイントを考えてみたよ。日々の小さな行い、尊厳と敬意を持った接し方、地域社会への貢献、持続可能な行動を継続すること、具体的なディスカッションを進めていきましょう。ハミルさん、これらの中で特に興味があるテーマや、さらに掘り下げたい内容はあるかな。尊厳と敬意を持った接し方が特に気になりました。確かにいろんな背景を持つ人がいますよね。私も小学生の時、ハーフのお友達がいたんですけど、顔立ちが違うからとか髪の色が違うとかで、ことあるごとに心ない言葉で傷ついていたのを思い出しました。自分が知らないことを知るだけでプラスになることってたくさんあると思うんです。マザー・テレサの教えを現代社会に応用する上で、異なる背景を持つ人々に対する尊厳と敬意を持った接し方は非常に重要だね。学校や地域コミュニティで多文化理解を推進することで、異なる背景を持つ人々についての正しい理解と尊重の文化を育てることが大切だ。教育は知識を広めるだけでなく、偏見やステレオタイプに対抗する強力なツールとなるんだ。文化祭や国際交流の日など、異なる文化が持つ独自の価値を祝うイベントを通じて、人々の間に相互理解と尊重の橋を築くことができる。これにより、異文化間の障壁を取り除き、共通の理解を深める機会を提供するんだ。自分自身や他人の体験を共有することで、人々が直面している困難や挑戦に対する認識を高めることができる。ストーリーテリングは、他者への共感を促進し、より包摂的な社会を形成する手助けとなるんだ。日常生活で異なる背景を持つ人々と接する際には、積極的にコミュニケーションをとり、互いの違いを認めつつ、共通点を見つける努力が必要なんだ。異なる視点を理解し、尊重することで、より豊かな人間関係を築くことができるんだ。ハミルさんが触れたように、自分が知らないことを学ぶことには大きな価値があるんだ。そして、このプロセスを通じて、マザー・テレサが示した大きな愛を日々の生活に取り入れ、周囲に広めることができるよ。あ、私には考えもつかないアイデアがたくさんありましたね。お話を聞いていて、やっぱり、伝えること、意見を話すこと、そして、行動を実践することが大事だということがよくわかりました。マザー・テレサがこだわった部分は、これからずっと先も必要なんだなってことがわかりました。見てくださっている皆様も、どんなご意見を持ったかコメント欄でお話しできたら嬉しいです。他のアイデアとして、日々の小さな行い、地域社会への貢献、持続可能な行動を継続することもありました。いろいろお話聞かせていただき、私も今後に生かしていきたいです。今回は本当に学びになりました。ありがとうございました。皆さん、本日の動画でマザー・テレサについて一緒に学び、考えることができて、とても充実した時間を過ごせました。彼女の言葉や行動がどのようにして私たちの日々の生活や考え方に影響を与えるかを探ることができました。ここであなたにもう一度問いかけます。あなたは今日、他人にどのような愛を示すことができますか？小さなことの積み重ねが大きなハッピーの連鎖につながっていくこととなるでしょう。何か新しい気づきや感動を得ることができたなら、ぜひコメント欄であなたの思いや学びを共有してください。心に響く言霊コレクションでは、
これからも皆さんの心に残る言葉を紹介し続けます。チャンネル登録とグッドボタンを押して制作チームへエールをお願いします。そして次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。心に残る言葉とともに日々を豊かにしていきましょう。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。